不動産屋さんの怪談です。これは今年の3月のお話で、体験者のお父様から伺いました。実際に体験された方は、その方の娘さんで、仮にマリコさんとしておきます。マリコさんはこの3月転職をしたため、今まで住んでいたアパートから新しい職場に近いアパートに引っ越すことになったそうです。引っ越すといっても、2つの地点は同じ仙台市内で、距離にして15キロぐらいしか離れていませんでした。それも娘さんの一人暮らしですから、家具や荷物といっても大した量はないと思っていました。そこでご両親と兄弟も手伝い、朝から軽自動車とレンタカーの2台で運んでいたそうです。夜は焼肉に行こうと、家族全員張り切って作業をしていました。ところが思ったよりマリコさんの荷物が多く、明るいうちに引っ越しが完了するはずが、夜の7時までかかってしまいました。家族4人みんなヘトヘトで疲れ切ってしまい、焼肉どころではなくなり、結局コンビニ弁当で済ませることになったそうです。そんなこんなでなんとか作業は完了し、マリコさんはアパートに残り、それ以外の3人は自宅に帰っていきました。マリコさんは早速部屋で一人で荷ほどきを始めました。着替えは引き出しに、タオル、洗面用具はバスルームにという感じで、とりあえず今夜最低限必要なものからしまっていきました。気がつくと時間はすでに10時近くになっていたそうです。そこでマリコさんは片付けをやめて寝る準備をぼちぼち始めました。しばらくしてマリコさんはしまったと思いました。新しい間取りに合わせてカーテンを買ったのですが、うっかりリビングルームのカーテンだけ買い忘れていることに気がつきました。マリコさんのアパートは 2LDK で、リビングと寝室の間にはもちろんドアがありました。自分の寝室のカーテンはあるので、一晩ぐらいリビングのカーテンがなくてもいいかと思ったそうです。リビングと寝室の間のドアは閉めて寝ますから、マリコさんは特段問題はないと考えました。そう考えたのですが、なぜかほんの一瞬嫌な予感がしたそうです。それでも朝早くから夜遅くまでの作業ですっかり疲れ切っていたマリコさんは、10時過ぎくらいには布団に入りました。リビングと寝室のドアはしっかり閉めてあり、電気も一番小さな豆電球だけつけたままにして寝ました。どれくらい寝ていたのか分かりませんが、マリコさんは深夜ふと目が覚めたそうです。疲れていて朝まで爆睡のはずが、なぜか目が覚めたのでした。なぜ目が覚めたのかすぐ分かりました。隣のリビングの方からドン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 という強く足踏みをするような音が聞こえてきました。マリコさんはいっぺんに目が冴えてしまいました。リビングに誰かいる。マリコさんに緊張が走りました。それは確かに誰かが足音を立てながらリビングの部屋を歩いている音でした。ドン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 。その足踏みの音は少しずつ少しずつマリコさんの寝ている部屋に近づいてきていたのです。ドン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 。マリコさんは恐怖で叫ぶことも逃げることもできず、じっと布団に入ったままでした。すると足音はドアの手前でピタッと止まりました。そしてカチャッというドアノブが動く音がしたそうです。マリコさんは即頭まで布団をかぶりました。かすかにドアが開くスーッという音も聞こえてきました。その時果敢にもマリコさんは布団の隙間からそーっとドアの方を見たそうです。するとそこには白いワンピースを着た女が立っていました。その女は長い黒髪でひどく痩せていましたが、
顔はよく見えませんでした。でもこの女が生きている人ではないのは明らかでした。マリコさんは全身が恐怖で凍りつき、さらに深く布団をかぶり目を閉じてしまったそうです。するとその女がマリコさんの布団の上に覆いかぶさってきた気配がしました。マリコさんの心臓の鼓動が女に聞こえたかのように、その直後女は布団の上からマリコさんを叩いてきました。それはバン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 とまさに往復ビンタのようだったそうです。そして何やらうめき声のような言葉とも言えない声を発していました。マリコさんはついに恐怖が頂点になり、耐えきれずに布団の中でキャーと悲鳴を上げてしまいました。するとパッと空気感が一瞬で変わり、女の気配がなくなったそうです。マリコさんは少し間を置いて恐る恐る布団から顔を出すと、そこにはもう誰もいませんでした。するとマリコさんはぎょっとしたそうです。閉めていたはずの部屋のドアが開いていたのです。そして何よりも驚いたのは、部屋の電気は小さな豆電球だったはずが、蛍光灯の照明がマックスにこうこうとついていたことでした。その後疲れていたのもあり、マリコさんは何とか寝たそうです。次の日お父さんはマリコさんから連絡をもらい、すぐ彼女のアパートに沖縄土産のシーサーを持って行き、盛り塩をしてくじを切りお祓いを行ったということでした。それからはマリコさんのアパートでは何も起きなくなったそうです。ここで話は終わりなのですが、最後に一つ、私のサイキックの友人瀬川さんは、夜は居間のカーテンを必ず閉めるようにとよく忠告をします。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。